ゾリン OS に Windows 入れてみた QNU KVM 編。こんにちは、もちの京子です。今回はこちらのように仮想環境を使用してゾリン OS に Windows を入れてみたという内容です。仮想化環境としては QNU KVM を使用しました。今回の環境はこちらになります。左側の Ubuntu については別動画になっていますので、興味のある方は概要欄からぜひご覧ください。今回はゾリン OS に Windows 10を入れています。ごく普通のスペックの PC だと思いますが、一点、容量の都合で HDD にゾリン OS を入れています。全体的に動作が重いですが、不要な箇所は早送り、カットしていますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速作業を始めていきます。ちなみにこちら、少々手探りでやっておりまして、不要な作業を行ってカットした部分もあります。その影響で実際の作業が少し異なる場合もあるかもしれませんがご了承ください。まずこのコマンドを実行します。完了しました。次にこのコマンドを実行します。完了しました。次にこのコマンドでユーザーをグループに追加しますが、これはすでに行われていたようです。次にこのコマンドで仮想マシンマネージャをインストールします。完了しました。早速起動してみます。仮想マシンのサービスが起動していないようです。サービスの状態を見たりしていますが結局わかりませんでした。とりあえずインストールに使用する Windows 10の ISO イメージを先にダウンロードすることにしました。完了しました。この後サービスに接続しようとしていますが、うまくいかなかったので一度再起動しています。このタイミングで後でバーティオドライバが必要になることを思い出しておもむろにダウンロードを始めています。バーティオ WinISO で検索するとフェドラのページがヒットするので、最新版のドライバー ISO イメージをダウンロードします。カットします。完了しました。改めて仮想マシンマネージャを起動してみます。
今度は正常に接続されました。左上のボタンから新規仮想マシンを作成していきます。インストール方法はローカルインストールメディアで次へ。インストールメディアは先ほどダウンロードした Windows の ISO イメージを選択します。ローカルを参照を押して先ほどの Windows 10の ISO イメージを選択します。ここでアクセス許可のダイアログが出たら、はいを押して進めてください。メモリ 8GB、CPU4 コア、ディスク 40GB としました。インストールの前に設定をカスタマイズするにチェックを入れて完了を押します。SATA ディスクをバーティオディスクに変更します。適用を押します。これでディスクアクセスが少し早くなるはずです。次に CPU を4コア各1スレッドに変更します。そしてハードウェアを追加で CD-ROM ドライブを追加します。ストレージでデバイスの種類を CD-ROM デバイスに変更して管理を押してローカルを参照から先ほどダウンロードしたバーティオ Win、ISO を指定します。インストールを開始を押します。仮想マシンの画面領域をクリックして何かキーを押します。見慣れたセットアップ画面が出てきました。ここでバーティオディスクは認識されないので、ドライバーを入れる必要があります。ドライバーの読み込みを押して OK を押し、Windows 10のドライバーを選択して次へ押します。これでバーティオディスクが認識されたので、あとはいつも通り進めていきます。長いのでカットします。一通り終わりました。再びカットします。これからPC の設定に必要なサインインや Wi-Fi の準備などお手伝いさせていただきます。途中でこの画面が出ました。スキップで続行しましたが、たまたまなのかは分かりません。ちょっと魔法を使いました。
やっとセットアップ完了しました。ただ、HDD 上の仮想マシンでキャッシュをフル活用しているからか、しばらく HDD アクセスが落ち着かなかったようだったので、落ち着くまで放置しました。SSD ならその必要はないかもしれません。その後、クリスタルディスクマークを実行した結果がこちらです。キャッシュが効いていい値が出ていますが、右下の値が低いです。いろいろ思い当たる節はあります。インターネットの速度を測りながら UI のレスポンスなどを見ていきます。HDD ということもあり、滑らかとはいきませんが、日常使用に耐える程度の使い心地かなという気もします。インターネットは全く問題ないようです。ウェブアクセスしてみます。仮想環境の割にはスムーズかなという感じでしょうか。ということで今回は ZorinOS に仮想マシンを作成して Windows をインストールしてみました。意外と簡単に Windows を動かせるというのを見ていただけたと思います。手順の誤りや改善した方がいい点、その他何か困ったことなど、どんなことでもお気軽にコメントいただければと思います。それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。